日本のロックを語る上でハッピーエンドは非常に大きな存在で、日本語によるロックはハッピーエンドにより成立したというようなことが言われたり、また逆にそれは過大評価が過ぎるという意見もあります。実際にハッピーエンド登場以前の1960年代後半の日本では GS というムーブメントがあり、ビートルズ以降の英米のロックに影響を受けたバンドが次々にデビューし、アイドル的人気を得ていました。今回はその GS とハッピーエンド登場までの間を埋める話ができたらなと思います。まず日本にロックが入ってきた最初はエルビス・プレスリーが登場してきて世界的なスターになった1950年代後半でしょう。それを受けて日本でもロカビリーがブームになります。ロカビリーというのはもともと黒人音楽の R&B の言い換えであったロックンロールを白人であるプレスリーなどが演奏することで、カントリーの要素が入ってくる。そうしたカントリー色の濃いロックンロールをロカビリーというようです。日本では1958年頃から平尾正明、ミッキー・カーチス、山下慶次郎らがロカビリー歌手として人気を博していました。それから1960年代になるとザ・ベンチャーズが人気となり、エレキ・インストがブームになります。そんな中で寺内武とブルージーンズが出てきたり、加山雄三主演の映画エレキの若大将が公開されたり、ベンチャーズ作曲による歌謡曲がヒットしたり、エレキギターを中心にしたバンドサウンドはお茶の間にまで浸透していきました。時代的にはベンチャーズブームと被る時期にビートルズが登場してきて、1966年の来日の時には大きなブームになっていました。その少し前、1965年にザ・スパイダースがデビュー。1966年にジャッキー吉川とブルーコメッツがデビュー。1967年にはタイガースやテンプターズを筆頭に数えきれないほどのバンドがデビューしました。彼らはグループサウンズを略して GS と呼ばれました。ロカビリーにしてもそうですが、なぜかロックンロールとかロックバンドとは呼ばれなかったんですね。ヒットした GS の曲の多くはいわゆる職業作家によって書かれ、アレンジもストリングスなどが目立つロックというにはあまりに甘々なサウンドで、実質ロックの要素が入った歌謡曲といった方がしっくりきました。しかし彼らの多くは洋楽志向が強く、ライブでは英米のロックのカバーを多く演奏したりしていました。中にはジャパニーズガレージロックとして再評価されるようなかっこいいバンドや曲も多くありましたが、60年代世界的にロックがカウンターカルチャーとして力を持っていった時代、日本ではそれが歌謡曲、芸能界のシステムに組み入れられ、骨抜きにされた形で世に浸透していったというのが一般的な見方でしょう。なので GS は洋楽のロックとは一線を引かれた別物として見られていました。そして1969年頃から GS ブームは下火になり、1970年代に入ると完全に過去のものとなり、ちょっと嘲笑的に扱われることが多くなりました。ここからが今回の本題に入るんですけど、自分は1972年生まれで YMO 解散の1983年頃から音楽に興味を持ち出しました。なので当初70年代とか60年代の音楽は古臭いものとして興味なかったんです。細野さんのハッピーエンドもラジオで流れたのを聞いたりしたんですけど、単に古い音楽だなぁとしか思わなかったんですね。それが10代後半から20代前半にかけて、視野が広がってきて、過去の音楽も聴くようになった中、サイケデリックロックに興味を持つようになって、それで前にも紹介したんですけど、サイケデリックイヤーズ1966から1969っていうコンピレーションアルバムを買って聴いてみて、それで60年代のロックにハマっていくんですね。そんな中、おそらく1995年頃だと思うんですけど、 CD 屋さんでたまたまこれを見たんですね。カルト GS コレクションコロムビア編、この帯に、伝説のサイケデリックポップグループフローラルエイプリルフールの前身、ついに CD 収録とあって、サイケに当時ハマっていたということに加え、エイプリルフールが細野さんの在籍したバンドだと知っていたので、非常に興味をそそられまして、それが、ボル1からボル3まであり、それぞれにフローラルの曲が収録されているんですが、思い切って全部買ってみました。このザ・フローラルというバンドはザ・モンキーズの日本のファンクラブの企画で結成されました。
オーディションで合格したボーカルの小坂忠を中心に、柳田博キーボード、杉山喜一ベース、吉村光一ドラム、菊池英二ギターの5人で結成。作詞と衣装のデザインをイラストレーターの宇野明が担当し、ピクチャーディスク専門の日本ミュージカルレコードという制作会社から日本コロンビアを通して販売されました。1968年8月にシングル「涙は花びら」でデビュー。この曲はまるでドノバンの少女リンダの伝説やシレストを彷彿とさせるクラシカルでファンタジックでサイケ感の漂う曲です。宇野明さんの作詞はプロの作詞家ではないからか非常に字余りでメロディーに馴染んでいません。作曲は後にアルファレコードを設立する村井邦彦さんで、彼は実際にドノバンを意識したと言っているようです。B 面の水平線のバラは山上道夫さんという多くの名曲を作詞しているプロの手によるものなので、メロディーにバッチリハマっていて、その分、歌謡曲的ではありますが、サウンドは A 面同様サイケ感のあるファンタジックなものになっています。1968年10月には早くもセカンドシングル「さまよう船」をリリース。この曲は前作よりもアップテンポで歌謡曲度は増していますが、よく聞くと、ストロベリーアラームクロックのようなソフトロック系のサイケのようにも聞けなくもないです。B 面の愛のメモリーはラビンスプーンフルの嬉しいあの子に似ているとライナーにも書かれていて、実際よく似ています。このザ・フローラル、少し話題にはなったもののレコードは全然売れなかったようです。1969年前半には GS ブームを下火になり、方向転換を余儀なく強いられ、小坂、柳田、菊池の3人を残しメンバーが脱退。ベースの細野晴臣とドラムスの松本隆が加入します。彼らは当時の英米のロックと同時代的なアートロック、サイケデリックロックやブルースロックを目指して再スタートします。それに伴いバンド名を69年4月にエイプリルフールに改めました。これは細野さんの提案だったそうですね。そして1969年9月にアルバムエイプリルフールをリリースしますが、この時にはすでにブリティッシュロック志向で英語詞にこだわる柳田博とバッファロースプリングフィールドなどのアメリカ西海岸のロックに傾倒していた細野、松本との間で対立があり、解散することが決まっていたそうです。アルバムはオルガンとファズギターがバニラファッジを彷彿とさせるトゥモローズ・チャイルドから始まり、スローなブルースのいつか、ジャムセッション感の強いエイプリルブルース、プログレッシブな母なる大地1、ファンキーなノリのある細野さん作曲のタンジール、ボブ・ディランのカバー、プレジング・マイ・タイム、などなど聞きどころは多いですが、松本隆作詞、細野晴臣作曲による暗い日曜日が個人的に最も惹かれる曲です。アルバム中、母なる大地なども日本語詞ですが、エフェクトがかけられほぼ聞き取れません。日本語詞の歌物はこの曲のみといった感じです。作詞家としての松本隆の出発点といえる曲なのかもしれません。とても陰鬱な雰囲気の曲で、いかにもアングラーって感じの空気感が個人的にはたまらないです。エイプリルフールは1969年10月26日に最後のライブを行い解散しますが、細野松本の2人は10月28日には新バンドバレンタインブルーの初ライブを行っています。メンバーはベース細野晴臣、ドラムス松本隆、ボーカルギター大滝栄一、ギター鈴木茂。このバンドが後に改名してハッピーエンドになります。細野さんがハッピーエンド結成にあたって強い影響を受けたのはバッファロースプリングフィールド、ザ・バンド、モビー・グレープだそうです。1969年当時のアメリカといえば、特にザ・バンドに顕著なカントリー、フォーク、R&B といったルーツミュージックの要素が色濃く出たルーツロックと呼ばれるロックが最も先端を行っていると考えられていて、そことの同時代性を強く意識していたのだと思います。前回紹介したブリティッシュフォーク、
フェアポートコンベンションなどもそれに呼応した流れでトラッドとロックを融合したリージ&リーフなどのアルバムを制作しました。しかしこと日本でハッピーエンド、細野さんらは自分たちのルーツにあたる音楽を日本の民謡などには求めなかった。第二次世界大戦後アメリカの占領下に生まれた細野さんたちにとって日本の伝統的な音楽がルーツだという実感がなかったということだそうです。そこにある種のジレンマを抱えながらも日本人としてのアイデンティティの部分を松本隆さんの歌詞、言葉に託したということだと思います。もともと本来細野さんはロックは英語で歌った方が良いと考えていたそうですが、アメリカでのロックの動きを見て上っ面を真似るのではなく、その姿勢またはコンセプトと言っていいかもしれませんが、それを理解し咀嚼し実行しようとして苦肉の策としてできたのがハッピーエンドの日本語ロックだったと言えると思います。ハッピーエンドが日本語ロックの始祖と言われるゆえんは単に日本語をロックに乗せたということではないと思います。個人的には GS のバンドも立派な日本語のロックだと思っています。ハッピーエンドがやったのは同時代のアメリカのバンドがやっていることを根本から理解し咀嚼し、彼らと同じ地平に立とうとした。そのために日本人というより細野さん、松本さんにとっては東京人というべきでしょうか、彼らにとっての原風景を描きロックに乗せた、ということだと自分は理解しています。はい、今回は GS の部分からハッピーエンド登場までをつなぐ話をしてみました。ご視聴ありがとうございました。